あなたがこれから泊まるそのホテルは本当に安全だと言い切れますか？遡ることおよそ27年前の1996年6月18日、当時のポルトガル領マカオ。この日、街の中心に位置する4つ星ホテルプレジデントホテルのフロントに客室から1本の電話が入りました。トイレがうまく流れないんだ。早く直してくれ。この異変は実は一つの客室だけではなく複数の部屋に及んでいました。駆けつけた業者は下水管を調べ、ほどなくして何かが詰まっている箇所を発見。食べ物を流したのか？迷惑なやつだ。そうやって不満を口にしながら業者の男性は下水管の詰まりを取り除こうとします。そして同時に彼は吐き出したその詰まりの中に明らかに異様な物体が混ざっていることに気がつくんです。うわー！思わず悲鳴を上げる男性。下水管から見つかったその物体は人間の指だったんです。豪華絢爛なホテルの下水管から見つかった人間の指。その指の持ち主を襲った悲劇とは。この事件の背景には欲望渦巻く街に支配された軽率な出来心があったんです。おざす。また今度北海道の釧路行くよ。ケンちゃんです。北海道は白い恋人。私は紫のみんなの恋人。闇みこです。本日ご紹介するのはアジア最大のリゾート地と言われているマカオで起きた殺人事件についてなんです。マカオって僕行ったことないんだけど、すっごい華やかなイメージでさ、でも確かにその華やかな部分があると影もあるじゃない、ちょっとドロドロした部分もありそうって思ってたけど、やっぱりあるのね、なんか。そうっすよね。ちょっと行ってみたいですけどね。まあそうね。合法カジノみたいなところでちょっと遊んでみるのも面白そうではありますよね。そうね。とはいえね、ギャンブルってやっぱ恐ろしいんですよ。人間のね、ドロドロした部分が一番出るというか、一回勝っちゃうとだんだんまひってくんじゃないかってね。まあやったことないんで、なんとなく開示からの想像なので、ね、恐縮なんですけれども。さて今回の事件はですね、この街にある一流ホテルで起こったある異変をきっかけに発覚した事件なんです。騒動の原因となったホテルの一室には、それはもうおぞましい光景が広がっていた。異変。遡ることおよそ27年前の1996年6月18日、舞台は当時のポルトガル領マカオ。街の中心地に位置する観光客御用達のホテルプレジデントホテルのフロントに1本の電話が入ります。部屋のトイレが流れないんだ。なんとかしてくれ。宿泊客のクレームを受け、ホテルはすぐさま業者を手配。水回りの単純なトラブルと考えられており、問題はすぐに解決するはずでした。しかしその後も鳴りやまないフロントへのクレームの電話。実はトイレの詰まりは一部屋だけではなく、なんとホテル全体へと広がっていたんです。時を同じくしてホテルの清掃員たちは客室を回って清掃作業に勤しんでいました。そんなさなか、一人の清掃員が7135と書かれた客室を訪れた時のこと。部屋からの反応はなく、客が外出していると考えた清掃員はその部屋の扉を開けました。すると清掃員の目に飛び込んできたのは、客室の床に点々とつけられた赤黒いシミ。ワインでもこぼしたのか？勘弁してくれよ。独り言をつぶやきながら清掃員は部屋の奥へと歩みを進めます。すると次の瞬間、彼の前に現れたのはその目を疑うような光景でした。大変だ！そう、彼が交換するはずだったベッドのシーツ一面に真っ赤な血の海が広がっていたんです。この部屋で何かが起こったってことでしょ。ホテル全部屋のトイレが詰まってたことにも関係あるの？そうなんです。実はこの2つの出来事、関係がある。その後、ホテルからの通報を受け、すぐに警察が到着。様々な現場を見てきた警察官たちも713号室の凄惨なありさまには言葉を失いました。これはひどい。ベッドや風呂場に飛び散った鮮血、さらに部屋の至るところに小さく切り刻まれた肉の塊のようなものが散らばっていたんです。同時に警察官はこの部屋のトイレの水が真っ赤に染まっていることにも気がついていました。そしてその理由はすぐに明らかになるんです。大変です！血相を変えて713号室に駆けつけたのはホテルの従業員。彼は上がった息を整えると、部屋を調べていた警察官に向かいこう言いました。ホテルの下水管から人間の指が出てきたんです。もしかしても客室のトイレから流したってこと？残念ながらご想像の通り。うわ、
その後の調査の結果、ホテルの下水管からは200個以上に解体された見るも無残な状態のバラバラ遺体が回収されます。犯行現場となった713号室の様子から、警察はホテルの食事用ナイフが凶器に使われたと推察。肉片のギザギザになった粗末な切り口はナイフの切れ味の悪さに業を煮やした犯人が時に素手で遺体を引きちぎっていたことを物語っていたんです。ホテルの宿泊記録によると、事件当日713号室に宿泊していたのは若い女性。あまりにも細かく切り刻まれていたため、遺体と身元を照らし合わせることは困難でしたが、警察は宿泊していた女性が被害者だと考え捜査を進めます。宿泊してた女性ってことは観光客ってことよね。こんなんに巻き込まれてめちゃくちゃ災難じゃない。ただお金持ちで平和なクリーンな街よりはギャンブル絡みのことだったりもあるんで、何かが起こりやすいっていうのはあるのかもしれないですね。ただね、被害者の正体は予想外の人物だったんです。街の象徴。警察は事件当日に宿泊していた女性の動向を追い、まずは客室清掃を担当した清掃員に聞き込みを行いました。するとすぐに宿泊していた女性が被害者であるという決定的な証言が得られたんです。713号室に泊まっていたのは髪が長くて胸の大きい綺麗な方でした。胸見てんかいこいつ。そう話す清掃員に対し、警察官は続けて質問します。その女性の爪にはマニキュアか何かが塗られていませんでしたか？すると清掃員は一瞬考え込んだ後、こう答えたんです。そういえば爪に赤いマニキュアを塗っていましたね。その言葉を聞いた途端、警察官は何か合点がいった様子でうなずいたんです。実はこの清掃員の言葉が被害者がその日宿泊していた女性だと決定づける何よりの証拠だったんです。なぜなら赤いマニキュアは下水管に詰まっていた指にも塗られていたから。こうして警察は事件当日713号室に宿泊していた女性が被害者だと確信するんですが、この時また新たに不可解な事実が浮かび上がってきたんです。このチャンジャオという女性、観光客じゃないのか。観光客じゃないってどういうことなの？実はこの女性の宿泊履歴を見たところ、観光客にしては不自然な点がいくつかあったからなんです。事件当日713号室に宿泊していた女性の名前はチャンジャオ。彼女は観光ツアーで中国からマカオへ訪れていました。しかし奇妙なことに観光ツアーの一行が帰った後も彼女は一人だけマカオに残り、この713号室に泊まり続けていたんです。そう、チャンが観光ツアーを利用してマカオを訪れたのは単に入国の手段でしかありません。彼女の正体は観光客ではなく出稼ぎの風俗嬢だったんです。出稼ぎ？マカオに？どういうことなの？実はこのマカオ、カジノだけではなく生産業の有名な街で出稼ぎにいろんなところから来る女性が多かったんです。というわけで本日のメトラキーワード、欲望渦巻く街マカオについて。マカオはカジノ、観光、生産業の街として知られています。特にカジノの売り上げは2006年にラスベガスを抑えて世界一になっているほど、風俗にしてもアジア圏ではトップクラスの美女が揃っているというんです。マカオの正式名称は中華人民共和国マカオ特別行政区。1999年に中国に返還されるまではポルトガルの植民地でした。そのため適用される法律が中国本土とは異なっており、本来禁止されている生産業やギャンブルもマカオでのみ合法となっているんです。事件前日に被害者女性チャンジャオを目撃していた清掃員はさらに重要な情報を警察にもたらします。その日部屋にはもう一人若い女性がいらっしゃいましたね。確かシャオソンという男の名前をたびたび口にしていたような。もう一人の女性と謎の男シャオソン。実はこの二人に該当すると考えられる人物はホテルの監視カメラがしっかりと捉えていました。事件の日、チャンはもう一人の若い女性、そして30代ぐらいの男と3人で713号室に帰ってきていたんです。そしてカメラ映像の続きを見ていた警察官は何かを悟ったようにつぶやきます。間違いない。この男が犯人だ。カメラ映像が映し出していたのは2つのバッグを抱え部屋を後にする男の姿。その大きさから警察官は容易にその中身を想像できたんです。男がバッグに入れて持ち去ったもの、それは713号室からも下水管からも見つからなかった女性2人の頭部だったんです。殺されたのはチャンだけじゃなかったってことなの？遺体がバラバラにされすぎてて、警察からしたら一体何人殺されたんだっていうのもわからんなという状態だったんですけど、監視カメラの映像から2人が殺害されたという見解を強めたんです。気になるのはシャオソンという男のことなんですけど、彼は一体何者なんでしょうか？闇に生きる者。殺害された女性2人が出稼ぎにやってきた風俗嬢であることを突き止めた警察は、そこからマカオのナイトクラブに潜入。被害者チャンジャオや謎の男シャオソンについての調査を進めます。するとすぐさまチャンの同僚だという女性が見つかったんです。彼女は数日前チャンと次のような会話を交わしたと語ります。やっと組織に返すお金のめどが立った。故郷に帰ったら彼と結婚するんだ。
組織というのは出稼ぎの風俗嬢に仕事を斡旋している裏組織のこと。チャンのような観光ツアーでやってきた外国籍の女性は通常は長期滞在での就業ができません。そのため裏組織が偽の身分証を発行し就業できるように手配していたんです。そしてチャンがお金を返すと言っていたのはこの身分証の発行料のこと。当時のマカオでは出稼ぎの風俗嬢は発行料を返し終わって初めて給料をもらって故郷へ帰れるシステムになっていたんです。そして同僚の女性によるとチャンはすでに返すお金を稼ぎ終わり風俗嬢の仕事を辞めたところだったと言います。つまり組織に借金を返し故郷へ帰るその直前で彼女は殺害されていたんです。なんかすごい闇の世界を垣間見た気がする。てかこの裏組織絶対チャンの殺害に関与してるでしょ、何かしら。だってタイミング的に怪しすぎるもん。実はね、まさに彼は裏組織の人間だったんです。チャンの話を一通り聞き終わった警察官は続けて監視カメラに映っていた男の写真をチャンの同僚の女性に見せます。すると彼女は確かにこう言ったんです。ああ、シャオソンという方ですね。やはりカメラに映っていた男は風俗嬢の斡旋を行っていた裏組織の人間でチャンの担当者だったと言います。事件当日、チャンともう一人の女性は借金を返すためこのシャオソンという男と会っていたんです。そして実は鑑定の結果2人のバラバラ遺体からは大量のヘロインが検出されていました。これらの事実はその日プレジデントホテルの713号室で行われていた次のようなやり取りを表していたんです。2人とも借金返済おめでとう。給料を渡したらもうお別れか。名残惜しいな。プレジデントホテル713号室で借金を返し終えた2人の女性を前にシャオソンは少し寂しげな表情を浮かべそう言った。次の瞬間シャオが取り出したのは2本の注射器。それらを片手に2人を見つめシャオは静かにこう言う。最後に抱かせてくれないか。わかりました。シャオに促されるまま女性2人は腕に細い針を刺す。すると2人はたちまち意識を朦朧とさせ始めた。2人にとってその感覚は初めての経験ではなかったがこの日はいつにも増して不快感が強いように思えた。聞いてきたか。女性たちの様子を眺めながらそうつぶやいたシャオはテーブルに置かれていた食器用のナイフを手に取った。そして体の自由が利かなくなったチャンの頭を乱暴につかみその刃を彼女の首筋に突き立てる。シャオはそこから切れ味の悪いナイフに苛立ちながら乱暴に2人の体をバラバラにしていった。この時女性2人に使われたヘロインは致死量に達していましたがそれだけの量のヘロインを前にしても彼女たちは全く警戒していなかったといいます。風俗嬢を斡旋する組織の人間が担当の風俗嬢に性処理をお願いするのはよくあることだというんです。特にシャオはヘロインを使って行為に及ぶことを好んだため行為中に何本もの注射器を持ち出されても何ら不自然ではなかったんです。そしてそれだけのヘロインを打ち込まれても死亡するまでには数時間を要します。そのため一刻も早く遺体を隠蔽する必要があったシャオは生きたまま2人をバラバラに解体したというんです。せっかく故郷に帰れるってタイミングでこんな殺され方するなんてあんまりよ。シャオは何の恨みがあってこの2人を殺したの？実はね、シャオは女性2人に恨みがあったわけではないんです。その犯行動機は本当にね、身勝手な幼稚なものだったんです。破滅の真相。くそ、また負けちまったか。きらびやかにライトアップされたカジノを後にしながらとぼとぼと夜の街を歩くシャオソン。彼はマカオに来てからというもの毎晩カジノに入り浸っていました。そんな生活がたたってかシャオは様々なところから借金をしており手持ちの現金はほぼ残っていない状態だったんです。待てよ、まだあるじゃねえか。そう言うと持っていたバッグをごそごそと探るシャオ。増やせば問題ねえだろう。にやりと笑い彼が取り出したものは風俗嬢に渡すはずの給料袋でした。あろうことかシャオはその中身を全てギャンブルにつぎ込んでしまうんです。当然のごとく2人分の給料は数時間のうちに消え、やべえ、組織の金を勝手に使ったなんてバレたらとんでもないことになるぞ。いや、そりゃそうだろうな。そこからシャオは給料未払いを隠蔽するため2人を殺害することに決めるんです。何よそれ。もらえるはずの給料が勝手にギャンブルに使われてるなんてさ、もうあっていいわけないじゃない。しかも組織にバレるから殺すって明らかに女性を物としか捉えていないような考え方ですよね。本当に。事件から5日後、シャオによって持ち去られた2人の頭部は人気のない建設現場で発見されました。一方のシャオは偽の身分証と偽名を駆使し逃亡。しかし中国の警察の協力もあり事件からわずか8日後の1996年6月26日彼は広東省の実家へ戻ったところを逮捕されるんです。シャオはこの時母親の誕生日を祝うつもりで故郷を訪れていたといいます。結局シャオに言い渡された判決は死刑。
これは彼が中国で逮捕され、中国の法律で裁かれたがための結果でした。ポルトガル領には死刑がないため、もしシャオがマカオ警察に引き渡されていれば死刑にはならなかったのかもしれません。ただ他人のお金を使い込み、隠蔽のために殺人まで犯したシャオにとっては、その判決も当然の報いだったのではないでしょうか。時として私欲のままに豪遊する時間は有意義なものになることもあるでしょう。しかしそうやって羽目を外す時間は周囲に迷惑をかけない範囲だからこそ許されるものではないでしょうか。